これまでのディスオナード2は、お気をつけて、レイカーズ。公爵ルカ・アベール閣下。皆の者聞きなさい。私こそが正当な女王です。我らがデイリラ女王陛下、その名に栄光あれ。でもこいつらがクラウンキラーだ。なぜ冷たい石の像になるのよ。状況がわかるまで身を隠す必要があるわね。クーデターが起きてクラウンキラーの罪を着せられたのよ。私はミーガン・フォスター。古いお仲間に雇われているアントン・ソコロフ。クラウンキラーが人殺しを始めたカルナカに行く必要がある。かつてデリラが滞在していた地で何が起きているか調べなきゃ。まだミーガンの船に乗ってる？少し変ね。この場所は何？私はどこにいるの？エミリー・カルドウィン女王陛下、私と父君は厳しい時代からの知り合いだ。お前と会うことになるとはな。私はお前の母君が策略家の手にかかって死ぬのを見た。そして奇妙な仮面をつけた男に救われたな。面白いことはそれだけだと思っていた。だがお前は足元を救われた。玉座を失い父親を失った。確かなのはデリラにそれを返す気はない。それでお前はどうするつもりだ？我が麗しの女王陛下、お前に血を流さず対処できるほどの賢さはあるのか？私は15年前コルボに最後の質問をした。彼を変えてしまった瞬間だ。今度はお前の番だ。ここで能力ありなしが選べます。今回はサクサク攻略を目指すので、能力をもらいます。燃えている。内側から何かの端に立っている気がする。何なの？全ての話は本当だった。早速能力を試してみましょう。信じられない。エミリーの能力は引っ張る能力。能力発動後に左スティックで少し操作ができるよ。能力のお試しが済んだところで、虚無の探索を続けましょう。お父様がかつてここにいたって言っていたわ。知っているわ。覚えている？あなたは本当にたくさんのことを経験したのね。私はただの子玉だけど、あなたを感じられて嬉しいわ。お母様、ここにいるのに、でもここじゃない。頭の中なのに、でも別の場所にいる。私の最後の子玉でしかないわ。少しだけ一緒にいられる。もしこの果てしない広がりを越えてあなたを抱きしめられたら、どんなに素晴らしいか。でもこれを渡せるだけ。力と呪いを召喚してくれれば、できる限り導くわ。死んだ母親の心臓。この中にジェサミン女王の魂が入り込んでいる。おかげでルーンのありかがわかる力を手に入れたが、一緒に呪いもか。デリラは本当は何者なの？彼女はどうやって？わからない。これがデリラの一味、つまり全員的だな。デリラは珍しい人物だ。彼女は血と汚れの中から上り詰めて、王国で最も聡明な学者からその地位をかすめ取るまでになった。生命力と野心、芸術に魔術、そして思えるものを取り込む狡猾さ、全てがダンウォールタワーでのことにつながっている。デリラは長らく戦ってきた。彼女はあらゆる領辱を受けてもなお王冠を掴んだ。だが秘密を教えよう。彼女が見据えているのは壮大な目標だ。10歳の時、
授業に退屈だった私は剣の戦いと果てなき後悔を思い描いていた。今となっては世界は想像していたよりも不可思議なところだと理解し始めている。全てはひっくり返ってしまったが、解決のためにできるだけのことをする。ダンウォールタワーで宝石が散りばめられた華美な地図に目をやると、カルナカは王国最南端で輝く赤く大きなルビー。私はいつもそう思っていた。街に近づけば海の香りと異国風の香辛料の匂いが漂う。そこは血と野心の絡み合った物語が紡がれる場所。そしてそこは父の生まれ故郷。ミーガン・フォスターは少し変わっている。多くは語らないけど不思議と信じる気にさせてくれる。彼女の助けでダンウォールから脱出した私は今答えを求めている。デリラと公爵によって私はクラウンキラーを利用して政敵を虐殺する殺人鬼に仕立て上げられ、全てを奪われた。必ず取り返してみせる。隠密行動の必須アイテム、クロスボウがここからやっと使えます。ミーガンと話してストーリーを進めましょう。追われてるな。あ、おはよう。話す準備ができたら私の知っていることを教えよう。はい、お願いします。なるほど、多少は理解したわ。でもあなたとソコロフはここで何を？彼はカルナカを愛していた。だがクラウンキラーに関わる陰謀に気づいてしまい、父君に忠告しようと。緊張感が高まっているとは聞いていた。汚職や暴力行為。でもあまり気にしてなかった。地方当局が解決すべきことだったから。新公爵は全て放置だ。だがソコロフは新公爵の黒い陰謀に気づいてしまった。驚いた様子でやってきた彼が語ったことを聞けば、そのきな臭さを理解してくれるだろう。その後二人でダンウォールに向かったが、問題が起きた。クラウンキラーね。そう、扉がこじ開けられてソコロフが叫んだ。彼の姿を見たのは一瞬で、誰かに背負われていた。できる限り後を追ったが、アダマイアの方角へ逃げられた。錬金術師ハイペシアの研究所さ。公爵は彼女の患者でもある。何かあるのかも。アダマイアね、分かった。潜入するわ。クラウンキラーは排除すべきだし、錬金術師の協力を得られればソコロフに何があったのか調べられるかもしれない。成功を祈って。祈ると言ってもソコロフは十中八九死んでるだろう。仕事を済ませたら監視塔を無力化するんだ。それがうまくいったら船を寄せる。準備ができたらボートを寄せる。ハイペシアという医者は王国の模範とすべき善人のようね。デリラ、私の叔母、それが本当ならの話だけど、彼女の世界の見方は歪んでいる。ルカ・アベールは知らないけど、ルカの父親セオダニス前公爵の下で働いていたお父様は、前公爵はいい人だったと言っていた。モーティマー・ラムゼイ公爵は衛兵隊内の誰かの協力がなくてはクーデターを成功させることはできなかったということね。クラウンキラーは公爵のクーデターの道具だった。殺人者の行動には特定の効果があった。ソコロフはすっかり年老いてしまったわね。アダマイア研究所までの陸路は軌道駅を通らなければならない。一通り情報を調べ終えたのでカルナカに向かいましょう。長かったけどまとめると、錬金術師ハイペシアの研究所にクラウンキラーが向かったので、それを見つけに行こうってことですね。鳩場で降ろしていいか？さあ、お父様が育った町を見に行くわ。なら行こう。
これで誰かわからないはず。アダマイヤまで連れて行きたいが警備が厳重すぎる。監視塔には最上級衛兵がいる。内陸まで行き軌道駅を利用してくれ。あの正面のレールの先に軌道駅がありますね。サーコノスの全公爵はカルナカの建設に10年を費やした。しかしルカーベールになった途端、凄まじい勢いで町の富を浪費し始めたんだ。シュチ肉林とお祭り騒ぎで。どうやらダンウォールにいた頃よりもお楽しみだったみたいね。アダマイヤまでは気をつけて。公爵は最上級衛兵に見張らせている。よそ者は発見次第攻撃される。目立たないようにする。ここなら良さそうだ。アダマイヤに着いたらクラウンキラーを排除し、ソコロフの居場所を探してくれ。錬金術師のハイペシアなら協力してくれるはず。ソコロフのお気に入りだ。後ほどアダマイヤで会おう。監視塔を無力化するまでは船をよこすのを待ってほしい。ここからミッション開始です。この辺りは中立地帯なので敵対はありません。どんどん走りましょう。クジラの口にルーンがあるのでサクッと回収しておきます。後で能力を強化する可能性があるので近場のルーンは集めていきます。ここから右の階段を上ります。なお RTA 走者は直進して崖を登ってください。参考動画は最後に載せておきますね。やっぱり群がっているのね。ゆっくり動き、巣には近づかずにブラッドフライの毒と卵を入れられないようにする。虫はゆっくり歩けば気がつかれないのですが、ちょうどよく火炎瓶を準備してくれているので使っていきましょう。ここにある硝煙ボルトが欲しいのでちょっと寄り道。後々のミッションで使う可能性があります。階段に戻ったら虫の巣をどんどん燃やして進んでいきましょう。火炎瓶の数は余分な分はないのでここから持っていきます。虫の巣を燃やすと出てくる結晶は意外と良いお金になります。手間じゃなかったら拾っておきます。この部屋の中にも虫の巣があります。天井なので少し売れ目を狙って投げます。最後は階段下の虫の巣です。手すりから降りるとちょうど火炎瓶があります。これで虫退治はおしまい。この扉を出ると敵対エリアになります。警備兵に見つからないように進みましょう。私は追われている。慎重に動いた方がいいかも。とはいえこの兵士だけを気にすれば大丈夫です。残りは変なところ見てたり寝てたりと全然警備をしていないのでしゃがんで後ろを抜けていきます。門を抜けたら左の崖を登っていきます。エミリーの能力は最初から届く距離が長いのでここから抜けるのが一番楽です。まずは建物の柱を狙って、次は屋上の手すりを狙えば OK です。たまに右に敵がいますが巡回速度は遅いのであまり気にせず進んでます。軌道駅に到着しました。下に降りても良いけど屋根からの方がリスクが少ないです。列車に飛び降りてレバーを引けばミッションクリアです。これでのキルのアラート達成です。お疲れ様。この後はおまけの RTA ルートの紹介です。これが一番うまくいったケース。この手すりの柱あたりを目印に手すりに登って崖にある影を目印にファーリーチを構えます。ファーリーチを使ったらあとはジャンプを連打します。なんとなくジグザグに動くとうまくいく気がする。何回か試しましたが成功率は3割程度でしたね。これで軌道駅まで着きました。あともう一つ、途中でリカバリーがうまくいったケースも紹介しておきます。セットアップは一緒です。でもここから滑りますが
左スティックを左上に倒して耐えてます。耐えている間にもう一回ファーリーチを使ってよじ登ります。これで登れました。みんなも練習してみてね。次回のディスオナードは、アダマイア研究所にたどり着いたエミリー。謎の研究所は厳重な警備に守られ、さらには大量のブラッドフライまみれであった。そんな中見つけた錬金術師、ハイペシアイ氏。なぜか、ブラッドフライを解剖している彼女も、どこか様子がおかしい。果たして、クラウンキラーはここにいるのか、それともすでに逃げてしまったのか。エミリーの名誉を回復する捜査は続く。ここまで見てくれて、ありがとうございます。次回も見てくださいね。よろしければ、動画の評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。